こんにちは、アンナスです。今日は紙の本と、電子書籍、デジタルとあるんですけど、その違いについてどういうふうに住み分けているかっていう話をしたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、紙の本を買うか電子書籍を買うかっていう話なんですけど、紙の本で本屋さんで買える本が8冊ぐらい10冊ぐらい私まだ売っている本があるんですけど、何種類かで、その中のこの4冊は電子化しています。公文社の和の刺繍と小さな刺繍図案と文字の刺繍で、あと刺繍工房が日本文芸社なんですけど、この4冊は電子化してます。で、なんで電子化と紙の本があるかというと、ただ出版社のその意向ですね。出版社がすごく電子書籍したいっていう会社は、例えば公文社で出したのも3冊とも電子化してるんですけど、大体はまだそんなに電子化っていう感じでもありますし、私も最初は否定派だったんですけど、刺繍工房はなってます。で、どんな感じで中身がなっているかというとですね、ちょっと図案ページなので少し斜めにしてお見せしたいと思うんですけど、ここにメモリーが入ってるんですね。スケールって書いてあるんですけど、これが1センチなので、印刷した時にこの1センチ2センチ3センチで合わせて印刷してくださいねっていう情報なんですね。だからこれに合わせて印刷してもらって、でそれかよく聞くのは、自分がやってないので分かってないんですけど、こういう風に iPad とかで画面を見ると、この上からトレーシングペーパーでトレースする方がいらっしゃるらしいんです。で、そういう時ってちょっと触ると動いちゃうじゃないですか。拡大したりとか。なので画面を固定する方法っていうのも検索すると出てくるんですけど、それで固定してトレーシングペーパーでなぞって、で紙に図案を一回起こしてから、使われるっていう方がいらっしゃるそうです。なのでそんな感じでちょっとめんどくさいんですけど、電子で欲しいな、ちょっとだけ安いので電子で欲しいなっていう方はそちらを買っていただいて、売れてます。電子も売れてます。動いてます。ゼロではないです。ちゃんと買っていただいているっていうデータはあるんですけど、なのでそうですね、私はまだ紙の方がいいかなとは思うんですが、全然電子がいいですっていう人も中にはいらっしゃるので、そこはただこういうものをちゃんとつけるようにはしたんです。前まではこういうのなかったんですよね。確か私がお願いしてこのメモリつけてくださいっていうのはお願いしてつけているのもらっているので、なのでちょっとあとはもう世の中の動きを見てもっとこの紙に印刷するのに便利な方法がもし現れたらそういうのに乗っかりたいなと思ってるんですけど、今のところまだ不便なのでそんなに私もおすすめはしないですし、ぜひ紙の方を買っていただきたいなとは思うんですけど、こういうことになってますっていうお話でした。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。